こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。梅雨に入り、その晴れ間となると、鬱陶しいほどの湿度。そして、この羽生の地などは35度が当たり前のような暑さがここから始まります。盆栽もその暑さの中で頑張りますが、とても大切なのが、ここからの水かけです。ご存知の通りに盆栽は鉢の中の水で生きています。命の水です。人が細やかに愛情を込めてかけてあげなければ、それぞれの木々は生きていけません。今日は一つ、盆栽の培養の中で何よりも大切だと言われる水かけについて皆さんにご紹介させていただきます。お楽しみください。今はどこの盆栽園でも私どものように庭があるまでのところはほとんどがホースでノズルというものをつけて水をかけます。ただ今から半世紀以上前、ほとんどの盆栽園はじょうろで手水というものをかけていました。水がめから水を汲み、一つ一つの水をかけた。昔は水を汲んでくるのも大変だったんですね。その中にある盆栽の姿というものは、明治、大正、昭和を作ってきた盆栽の形の基本とも言えます。つまり、水かけが盆栽の形すら決めてきたことです。ここにありますじょうろ。これは盆栽を専門に今から100年前に作られたものです。日本水石協会の社団法人としての初代理事長、梶山富蔵先生の形見の品物です。普通のじょうろのように手はありません。必ずこう持ってかけるか、こうかけたものです。先をご覧ください。特別なライン。ハス口が前ではなく上に向いています。理想的な形と言われたこのじょうろ。なかなか今これを打ち出しで作れる職人はいません。とても大切な、私たちにすれば文化財と言えるじょうろです。ただこれを近年、再現してくれた方がいます。愛好家でありながら、銅の叩き職人として腕を振るわれた千葉県に住んでいる湯浅先生。丸徳のマークで屋号を持つ先生が苦心の末に作られたじょうろです。この梶山先生のじょうろを見て、ご自身の手で軸棒を鉄で削り、型を取り、打ち出しで一つ一つ一切の手抜きをせずに作られたものです。もちろん命は細くなるこの主軸と先へ広がるハス口です。ハス口も平らではありません。わずかに膨らんで放射状に柔らかく出るように工夫されています。今でも特別にお願いすれば数ヶ月の時間で一つ作ってくれます。庭の飾り道具としてもぜひ皆様にもお勧めできる一品です。これを使ってまず手水の姿をご覧に入れましょう。手水でじょうろとかけるときはこのような置き水の水がめから水を汲み取ります。初めから上をかけるのではなく、根元に柔らかく柔らかくかけます。前からだけではなく、四方からかけて、まんべんなく水が染みるようにかけます。もうしばらくかけてるでしょうと思うんですが、このように下から水が出てくるまでかけるのが正しい水かけです。薄い鉢ならば
逆に土の量が少なく乾くのも早いものです。初期、夏の時期は朝晩には必ず必要です。この薄い鉢、小さな鉢で、このじょうろ一杯の水、これでギリギリ足りるかなという程度です。決して多くはありません。もう一杯かけましょう。この二度がけ、追い水とも言いますが、これが重要です。下まで浸透しているように見て、土の中に水分は吸われています。この二度がけをすることで、木にはしっかりと水が入ります。手水でかける大変な作業ですが、本当はこれこそが盆栽に対する愛情、盆栽に対する見つめる時間を作ってくれます。数が多ければ今の時代できませんが、一つの盆栽に対する培養の心得として忘れないでいてほしいですね。これだけ大きな庭、総点数2000点という盆栽の水かけ、これにはどうしてもホースでの水かけが日々のことになります。そのかけ方もご覧に入れましょう。ここにホースがあり、このようにノズルから豊かに水が出ています。これもあまり強すぎず、かといって弱すぎると水量が足りません。その距離、大きさに合わせてですが、この庭の大きな盆栽ですとこれぐらいがいいです。これが中品盆栽や小品ですともっと弱く。だいたいこの水の水量というのは台風と同じぐらいの水量があります。よく夕立が降ると今日は水はいいねって言うけど、あれ夕水だからいいですけれど、朝の水かけとしたらあの量では昼まで持ちません。盆栽の水はたっぷりです。かける姿をご覧に入れましょう。表土をきちんと捉えて水をかけてあげる。その鉢の大きさ、深さ、そして上にある木の種類などによって微妙に違いますが、朝の水はとにかくたっぷりとかけます。夕水は木の温度を下げる程度に、また夕方カラカラにならないようにすることで、次の日の朝の水が楽になります。朝の場合は木に夜露を強く当てるように優しく優しく葉水をかけるものです。日中にこれをやるのはあまりよくありません。木が蒸れてしまいます。夕水の時は特に葉水。朝もたっぷりとした水。この石突きは今年の春に植え替えたので根が張り切っていないので、だいたいこれぐらいの感じでやれば十分に足ります。隣にある五葉松はもう植え替えをしないで多分7、8年経っているでしょう。ご覧ください。やっぱり吸い込みません。周りに溜まってしまいます。このような時は隣の木をかけて少し間を置きます。これで終わったのではありません。こうかけている間に徐々に徐々に引いていきます。一つ一つの木によって毎日顔を見るように、この木はどうかな、この木はどうかなという見方をします。このように引き上げてからまたもう一度かけてあげる。この二度がけをすることで水の量がだいぶ違います。雑木の盆栽などは鉢が薄いです。ですから何度かかけてもそれ以上はもうかかりません。今度は昼に一度広い水をすべきかどうか、または置く場所を変えて寒冷車などの下に置くなどのいろいろな工夫が必要になります。楓は日差しに強い木ですから置けますが、これが柔らかいもみじなんかですともう少し日陰がいいものです。
木の全面にまんべんなくかけてあげる。その気持ちが大事です。ともすればどうしても前からこうかけて濡れたように見えますが、意外と後ろにかかっていない場合があります。その点もよく可愛がってあげないといけません。自分のところの木は乾き方でわかると思います。夕方見るとカラカラになっている木、あまり乾いていない木、いろいろあります。その木に合わせて、人間と同じですね。たくさん食べる子にはたくさんのご飯を。盆栽も乾きやすい木には多くの水が必要です。乾くということはとてもいいことなんです。それだけ根が呼吸をしていて、人間でいうと胃腸で消化をしていると思ってください。木はやはり弱ると、なぜ乾かないのかなっていうように乾きづらくなってくる時があります。水かけをやることで木の健康状態が見えてきます。こうして今は機械があって水がふんだんに出るありがたいものだと思います。庭園全体を守る。もちろん水こそが命です。盆栽一つ一つの健康状態。お前元気か？ちゃんと病気にもなっていないか？ああ、この子は乾きやすいな。この子はなんで乾かないんだろう。そんなことも一つ一つをかけるときに、私たちプロは目と頭で真剣勝負の時間を過ごすにもなります。手入れは5年が修行と言われますが、水かけに期間はありません。手入れ5年、水かけ10年と言われるゆえんはそこにあります。だいたい水かけをしているのを見れば、あ、この人はプロの修行を相当踏んでいるな、あ、まだ浅いな、がわかるとも言われるんです。この木のように、もう鉢に植え替えて10年近く経っている五葉松。とても元気な状態ではいますが、このようにカチンカチンになっている土の状態。この水かけには手を焼きます。何度も何度も先ほどご説明したように、じょうろやホースでの水かけを重ねてやることが大切なのですが、それでもこれだけ硬いと表土から外へ水が出てしまいます。この時には特別なことをやります。傘下げといって土の状態の傘を下げる作業です。それを施すことによって水が中へ溜まる。それがまっすぐ下に降りる。それによって土中にきちんと水が入ります。特に黒松などは水が足らないと本当に培養状態が悪くなります。傘下げのやり方もご覧に入れましょう。カチカチの状態です。竹串すらも中に入りません。これでは何度上から水をかけても浸透するのは大変です。ありがとう。一段この表土を掘り下げて、先ほどは鉢の上に土が盛り上がっていたものが鉢の中に入る形になりました。これが傘下げというやり方です。あまりやりすぎるのはよくありませんが、表土に溜まった塵や埃、肥料の跡で固まったもの、それを取り除くことだけで水はしっかり浸透します。しかも一段下げる。このことによって表土の上に水が溜まってこぼれるのではなく中へ入るわけです。かけてみましょう。
水が鉢の上に溜まっていくのがお分かりでしょうか。今まで流れていた水がかさ下げをしたことでしっかりと鉢の中で水が中へ落ちていくことがわかります。これだけでも今までとは水の浸透がだいぶ違います。硬くなった鉢、黒松やさつきなどの水を欲しがるもの、これにはとても有効なやり方です。もう一つの夏の水が欲しい時の保水の方法をお伝えします。見事な五葉松、わずかこれだけの鉢の中にこの太さの幹、長い培養がなければこれだけの根作り、つまり小さな鉢に根を収めることはできません。ただしこれでは水がかかる部分がとても少なく、やっとの水です。五葉松の健丈な性質が持ちこたえていますが、これが黒松やさつき、雑木でもちょっとそうはいきません。これだけ狭いとかさ下げもなかなかできません。それではもう一つの方法をご覧に入れましょう。この鉢にダムを作ります。いや、もう切っちゃった方がいいな。そこでちょっと重ねといて、こんなもんだべ。はい、あ、こっちか。はい。はい。先ほどのかさ下げと違って、かさ下げをするほどの場面もなく、根がギリギリに来ているもの。これが俗に言うダム作りというものです。いらない布を絞って丸めて、そこへまるでダムの堰を作るように鉢の周りに縁を高く上げます。これによって中へ少しかさ下げと同じように染みると同時に、この布に染み込んだ水が保水の役目も果たしてくれます。少しかけてみましょう。お分かりになりますか？外へ水が流れていく前に一度せき止められています。せき止められたところで、その内側のところへ水が中へ降りていく役目を果たしています。これがあるとないでは、鉢の外へ全部水が流れ落ちるだけになってしまいます。観賞用にはこの形は見た目の問題がありますが、培養を重視する点ではとても有効な手段だと理解してください。ここに今溜まった水がしっかりと外へこぼれないで、中へゆっくりと染みていきます。このわずかな咳を止めることが木の培養に役に立つんです。もう一つ、この夏を迎える前の水かけで大切なことがあります。芽切りを施した黒松です。6月の上旬中旬、新しい芽を全部取って古い葉を半分抜いて芽切りをする。これが俗に言う単葉法、短い葉にする黒松独特の手入れです。大変な手間がかかりますが、それをすることによって今ようやく芽が吹き始めてきました。ここで大切なことは、これに葉水を与えることを忘れないことです。黒松は戦前、水木、水の木と言われたぐらいの水を好む小白類です。赤松と似ていますが、全く違う部分があります。この時に芽切り物はしっかりと葉水をかけてあげると。これは朝だけではなく、朝夕、できれば晴れ間を避けて昼にもかけてあげる。つまり木に湿度が十分あるから芽が吹いても大丈夫だよという錯覚を起こさせてやるんです。
葉水をかけることが黒松の丹波法のとても大事なところです。水かけのご紹介いかがだったでしょうか。昨今の地球は全体が温暖化、日本も記録的な暑さがここ数年夏は続いています。その中でも木はこうして暑さに耐えて生きています。偉いなと思う反面、私たちがしてあげられること、それをなるべく探してあげたいものです。いずれまた遮光設備のご案内もしますが、遮光をしすぎれば日照時間が短くなる。そのせめぎ合いがとても難しいものがあります。本当はこの日の光の中において木はすくすくと育ってくれることが嬉しいのですが、いろいろな形で私たちは木の健康を守らないといけません。消毒、肥料、さまざまなものが盆栽を作り上げています。順々にご紹介させていただくとともに、アーカイブの中にもいろいろなものがあります。ぜひご覧いただけるようにチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。